皆さんこんばんは、さちです。今回はこちらのポリッシュたちを使って幻想的な夜桜音色をやっていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートは OPI のネイルエンビーを使いました。まずはキャンメイクの N82 番を小指以外に塗っていきます。N82 番は何度も使ってるカラーだからすでにお持ちの方も多いんじゃないでしょうか。こういうシアーなブルーってありそうであまりないので、寒色系デザインをやるときはこちらを使うことが多いです。ネイルホリックのくすみカラーズのシリーズにも似たような水色のカラーがあるのですが、キャンメイクの方が淡くて透明感が高いので、個人的にはキャンメイクの方が使いやすく感じてます。そういえばキャンメイクの N95 番雨模様が廃盤だそうです。新色が1色しか出ないのに1色廃盤ってびっくりしました。定番色が全然増えてくれないので、リクエストが多いキャンメイク縛りネイルもやれるデザインが限られてしまうんですよね。小指にはキャンメイクの N57 番を塗ります。一度塗り目はムラは気にしなくていいので、根元やサイドのライン取りを意識して丁寧に塗ります。いつもよりも根元の隙間が少なくてうまく塗れた気がします。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。N57 番とベースコートを使います。N57 番を親指の爪先3分の1くらいに斜めに塗ります。カラーが乾く前にベースコートで境目をぼかします。ハケを寝かせながらカラーの上澄みだけを根元に向かって引っ張るイメージです。ベースコートの量はハケ先に少しで大丈夫です。薄く伸ばした時にできた境目をさらにぼかしてあげるとより綺麗になじみます。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。人差し指と薬指も同じように塗っていきます。カラーを塗ってからぼかしに入るまでが遅いと、すでにカラーが乾いてきてしまって筋のように跡が残ってしまうので、すぐにぼかせるようにベースコートのキャップを開けて準備しておいてくださいね。端からゆっくりぼかしていくよりは、とりあえず境目全体をささっとぼかしてから気になる部分をぼかすようにすると失敗しにくいと思います。端から少しずつ丁寧にぼかしたくなりますが、少しずつぼかすと反対側がすでに乾いてしまっているので、全体をさっと手早くぼかすように意識してみてください。濃いカラーは薄いカラーに比べてぼかすのが少し難しいので、失敗した時の対処法もこの後ご紹介しますね。境目がうまくぼかせなくてぐちゃぐちゃになってしまった時は N57 番とベースコードを1対1くらいで混ぜて薄めてから境目部分に重ねてあげると失敗部分をごまかせます。この時厚塗りしすぎないように気をつけてください。中指と小指は2度塗り目を塗ります。ハケ圧をかけずにふわっと重ねるようにするとムラを隠せます。ムラが気にならなければ小指は一度塗りだけで OK です。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。この後スポンジを使うのですが、ぼかした境目がデコボコになっているとムラになりやすいので、ベースコートを重ねて整えます。今まではそのままスポンジを使っていたのですが、ムラになるとのご相談が多くて何か解決策がないか探っていたら、一度平らにするという方法にたどり着きました。境目周辺に広めに重ねておいてください。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。チフレの945番を使います。ペーパーパレットとメイクスポンジも使います。スポンジは小さくカットしておきます。945番をパレットに出してスポンジにしっかりなじませます。まずはネイビーが濃い爪先の方からポンポンしていって、発色が薄くなってきたら少しずつ根元側にずらしていきます。
こうすることで根元側が薄付きになるので、ベースの水色との境目が綺麗になじみます。もう少し濃くしたいので、再度スポンジになじませて同じように爪先側からポンポンしていきます。鮮やかな青の範囲が広めの方が個人的には好きなので、結構広めにポンポンしてますが、範囲はお好みで大丈夫です。サイドの部分も塗り残しのないようにしっかりポンポンしてください。こんな感じ。人差し指と薬指も同じようにポンポンしていきます。ぼかした部分にベースコートを塗って滑らかな状態にすることでムラにならずに綺麗に発色してくれます。今までうまく発色せずに悩んでいた方はぜひこちらの方法をお試しください。ぼかした後にそんなにデコボコが気にならない時はベースコートを塗らずにそのままポンポンしても大丈夫です。デコボコだけでなくスポンジによっても発色具合が異なるので、平らにしてからやってもうまくいかない方はスポンジを変えてみてください。私が使ってるダイソーのメイクスポンジが使いやすいですよ。スポンジの工程では乾燥時間は取らなくて大丈夫です。セリアの桜フレークを使います。使うのはホワイトの方です。ジャンコードはこちらです。まずは糊代わりにベースコートを塗ります。爪楊枝でフレークをキャッチして右端につけていきます。爪楊枝の先端にベースコートをつけてキャッチしてます。爪楊枝を使うと狙ったところにつけやすくておすすめです。人差し指と薬指も同じようにつけていきます。爪が小さくて3枚つけるのが難しい場合は根元と爪先に1枚ずつ舞ってるような感じにつけてもいいですよ。枚数は爪に合わせて調整してください。ディア A の SE25 番を使います。ハケに少しだけ液を取ったら先ほどつけたフレークの上に薄く重ねていきます。ハケの角の部分を使ってスタンプを押すように塗るといいです。花びらの下の方だけに重ねてください。人差し指と薬指も同じように塗っていきます。花びらがほんのりグラデーションになるので、これだけでぐっと可愛くなります。乾燥時間は取らなくて大丈夫です。キャンメイクの N25 番を使います。N25 番をパレットに少し出してベースコートも同じくらいの量を出して混ぜます。薄めたラメを親指の根元から爪先に斜めに重ねます。フレークの上に重なっても大丈夫です。ラメのハケでそのまま塗るとラメがびっしりついてしまったりして濃さの調整が難しいので、薄めてから塗ることで濃くなりすぎず夜桜の儚い雰囲気に合います。人差し指と薬指も同じように重ねていきます。桜のフレークだけでなくピンクラメも入ると桜がちらちらと舞ってるようで幻想的に仕上がります。混ぜたものが乾いてきてしまった場合は新しく混ぜ直してから塗ってくださいね。中指と小指はラメのハケをそのまま使って爪先に重ねます。ボトルの口でハケの余分な液を落としてから薄く重ねるようにします。私は薄めの方が好きなのでこうしてますが、ギラギラにしたい方はお好みで濃く塗っても大丈夫ですよ。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。今回は縮み防止用にディア A を塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。縮み防止にはいつもキャンメイクのトップコートを使ってますが、キャンメイクに比べてディア A はテクスチャーがサラサラなので粘度があると塗りにくいと感じる方はディア A がおすすめです。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。夜桜ネイルの完成です。
グラデーションは何度か同じように塗ったことがあるけど、桜を合わせたのは初。幻想的な雰囲気で手元を見るたびに癒されます。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。中指と人差し指を交換して塗ってます。去年やったのは夜桜風のニュアンスネイルだったから、風ではない今回のデザインも個人的にすごくお気に入りです。この時期しか楽しめない桜ネイル、皆さんもぜひお試しくださいね。次回は3月誕生石のアクアマリンをイメージした複雑見えなニュアンスネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。それではまた次回の動画で。またねー。